様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、すいません。はい。お疲れ様です。久しぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございま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 す。なんかちょっと空気がやばいってな。元気がうまいわ。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 目を変えろ、踏み出したその足が幾度震えていたとしても、何回だって自分を褒めろ。うわ、懐かしい。俺ここでハエと戦ってこの辺にもね。そう。うわ、なんか違うな、みんな。ここはタックン隆起か。部屋はどうですか？いや、いいですね。いいですね。二人の空間楽しめそうな感じです。そうです。二人の空間楽しめそうな。同じ感じ。同じコメント言った。これが。手が後ろが。準備させてるから。合宿やん。今日。ほんまや。今日から合宿始まんねんな。蜂蜜がこれか。ほんまや、蜂蜜だ。うわ、ここになんかなんとかさんの蜂蜜でっかいの来てる。始まる。私が始まった。ありがとうございます。ありがとうございます。タックンが風のように来て風のように去っていく。あ、まあそれ読むやつおらんて。ちゃんと読むやつあんまないんですよ。タックンなんて書いてある？まあ俺ら関係ないな。関係ないんだよ。関係ないって。みんななんかよ。あ、全然。僕7月の時と部屋一緒なんですよ。あ、ほんまや。帰ってきました。帰りたい。あれに同じパート説を同じパート説。絶対そうでしょうね。じゃあまだなんとさ、別だと思う。誰だったっけ？生徒。じゃあそうかも。何？一緒の部屋の人、一緒のパーソン。思った。でも生徒だとさ、ラップになっちゃうからさ。じゃあ。でもタックンもそっか、リュウキとそっか。そうやね。なおらん。うわ。いやでも争いはやめよう。もうみんなで仲良くしよう。したらまずちょっとベーシックステップなんとなくできる手で進めつつ、まずポップコーン蹴って後ろ蹴るときかかとから蹴れれば OK。 あとはそんな意識しないでいいから。あとリズム止めたくない。トゥントゥンバッて止めずに後ろに当てるイメージ。それをワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイトで手つけると手に意識持っていかれて上半身だけのダンスになりがちだから時にリズムを消さない意識。ここら辺で取っちゃうからこうなっちゃうのをもうちょい下にドンって落とすような意識。ストンナイス。そうナイス。やっぱここと力入ってる時に大体ね指がねこうなりがちだから、それでちょっと力んでるように見えるから、もうちょいそうリズム消さずなんか余裕でやりすぎちゃうとどうしても見た目すごい気抜いても見えちゃう。だともったいない。それがよく映る瞬間もあるけど、そのバランスとかはもう自分の感覚しかない。自分の一人一人のセンスだから。周りグループだったらすっげえ思いっきりやってる人がいる、その横で思いっきりやってもちょっと馴染んじゃう。だからじゃああえて抜きますよとか、そういうのはその現場の場所によってのセンスになるんだけど、そういうのも込みで自分の一番かっこいい瞬間とか
このシルエットもそうだし、全部一個一個細かく切り抜いても絵になる状態を最終的には作っていけばいい。いやー、やっぱり自分の基礎の足りなさっていうのを身に染みて感じましたし、ここを直さないとっていうのではなくて、プラスアルファっていうか、自分の今のスキルがダメなんじゃなくて、それにもっとこうプラスしていけばいいよねっていう先生のその教え方というか、なんかすごく自分のいいところが自信にもなったし、これからもっと頑張ろうみたいな気持ちもなったしみたいな。久々にというか自分に足りないものをすごいなんか引き出してもらったというか、なんでしょうね、今の自分に足りないものだったりをさらにもう一度再確認できたし、何より最後の輪っかになってやったりとか一人ずつやったりとかの時間はめっちゃみんなで盛り上がって楽しい空間になったので、めっちゃいい時間を過ごせました。男2人が出てくるテキストが2つついています。はい。で、どっちがどの役をやるか、どんなシチュエーションなのか、2人の関係性など大まかでいいのでコンセンサス、つまりそのお互いに同意を取ってください。なんとなく決めればいいです。友達かなとか兄弟かなとか親子かなとか。はい、それではお二人でやってみましょうか。どうぞ。マジか。マジだ。いや、なんでそうなっちゃったんだよ。なんでって。いや、俺止めたろ。いや、俺はこんなことやめとけって言ったよ。言っただろ。いついつ俺にそんなこと言ったんだよ。いつって最近。すごくいいなと思ったのは、後ろ向きで初め私に対して割と背中を向けてお芝居されてたんですけど、はい、で振り返りもそっち、私を向かないで振り返ったんですね。その精神はすごい大事だと思いますダンスとかは多分お客さんに向けてすごくアピールをすることが多いと思うんです。なので正面を向いて何かをすることが多いと思うんですが、そうじゃないお芝居っていうのもいっぱいあって、背中で何かを表現するとか、そういう映画にせよ何にせよそういうことがこれからどんどん増えてくるはずなので、そういう意識も大事にしたらいいかなと思います、はい、ダンスにも多分ねそうですよね。背中だったり顔を見せないところで何か勝負することがあると思う。俺のせいってこと？いや、そうじゃないけど、でもいいんだ。いや、いいんだじゃねえよ。俺悪くないだろ。悪くないとかそういう二元論じゃない。世の中には白と黒にカテゴライズされないことの方が多いだろ。この件に限っては二元論だろ。俺はお前を親友だと思ってるからさ。お前は親友？お前ここに来た時のこと覚えてる？覚えてるの？あの日とんでもない大雨でここの少し先にある川がさ、ゴゴゴゴゴゴって水の流れが響いて、ここまで地鳴りにも聞こえる耳鳴りにもただこの何もない静かな土地にさ、轟音が鳴り響いてたあの日。入れてくれ。だからいいよ、俺に謝らなくても。俺らの間でさ、そういうの嫌だろ。そういうものがあると関係が一気に崩れる。そういうもんなんだよ。そういうもんだ。まあとにかく今目の前にある問題をどう処理するかを考えよう。その方が順序先だから。謝るとか少なくとも今はそういうことすっ飛ばしたい。どうにかなっちゃったのかな。この状況を作ったの全部お前だろ。それはなんだよ、さっきから。まるで俺がやったみたいに。冷静になれよ。ごめん。本当に最初はちょっと不安すぎて
どうなるかなって思ったんですけど、なんかでも本当になんかみんなの演技を見てたくさん吸収して、なんか自分なりにまあ最後は最高の演技ができたんじゃないかなっていうふうに思います。なんか今のレッスンを通して今後に活かせることとかって何かありそうですか？なんかチームで、自分一人じゃなくてチームで歌詞の意味を理解して表情とかをみんなで統一したりとかっていう面では、なんかその表現するだけじゃなくてその考える力というか、やっぱダンスの表情とかも結局自分が演じてやるものなので、とてもすごく演技と密接してるって先生もおっしゃってた通り密接してるので、なんかそういうところをダンスでも活かせたらいいなって思います。マジか。ああマジだ。なんでそうなっちゃったんだよ。なんでってマジか。ああマジだ。なんでそうなっちゃったんだよ。いやなんでって。マジか。ああマジだ。なんでそうなっちゃったんだよ。なんでって。俺止めたろ。え？いや俺こんなことやめとけって言ったよ。言った？はい、ありがとうございます。相当ムカつきますよね。甘えてんじゃねえみたいな気になるっていうのが体の動きだけで変わるんですね。で、明るくやったらいいなと思ったんですけど、まさか明るくやることが悪く見えると私は思わなかったので、すごく発見をしました。だからそういう発見をしていくのはすごくいいことです。はい、ありがとうございました。フェイクニュースや偽情報や加工された情報がたくさんやっぱり出てきてます。でこれさっきからずっと言ってるように SNS の時代になってよりたくさん出てくるようになってるんだけど、みんながじゃあ自分自身がそういう情報に引っかからないようにするためには具体的にどうすればいいのか。世の中に、正しい情報があるわけじゃないよっていうのをまず知るファーストステップとして、こういう講義をまず受ける。なかなかいいですね。そうだね。でもこれに限らずちょっとこう勉強する機会があれば積極的に受けてみるっていうのが大事だね。鵜呑みにしない。鵜呑みにしない。鵜呑みにしないためにはどうするの？その一つの情報を見てすぐあそうなんだってなるんじゃなくて、それを実際調べてみる、いろんな角度から、例えばこの記事見てみよう、この新聞社見てみようとか、そういうので信頼度の高いところから情報をもっともっと調べていく。なるほど。その見たものの情報源をまず探る。情報源探る。どこからこう流れてきたのか、その一番の原点はどこなのかっていうのを、自分で調べて、それが信憑性のあるかどうかを自分でしっかりと見る。はい、いいことありがとうございます。こんなに超綺麗な空気、やばい。空気が綺麗。2回目の大場合宿ですけど、いやー本当に2回目ですね。いやでもなんかまたちょっと一風変わった生活ができているので楽しくはあります。でもやっぱ人数増えるだけで全然違うっていうのもあるし、やっぱ今回はオーディションという形で来てるので、なんか前はもうちょっと心に余裕もあったんですけど、今回は結構なんかオーディションという中でのピリピリ感というか、なんか部屋にいてもやっぱ感じる時あるなっていうのは前と全然違いますかね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ついにこの瞬間がやってきました。今から最後の課題曲を発表します。はい、この課題曲を審査で発表してもらったら全てが決まります。はい、曲名はミッション。ミッ
ミッションいい動揺。聞いてみますか。はい、お願いします。歌詞と曲調がすごくなんだろう、燃え上がらせてくれるというか、情熱に満ち溢れた曲なので、もう鳥肌が立つぐらい感動して、そのアップテンポというか、なんか激しめの曲でダーンとかダーンとかダーンみたいな感じで、もう素直に本当、なんか今までと全く違った曲が来たなっていうのがすごい印象で、ついに最後なんだっていう曲でもあったし、めちゃくちゃキー高いし、本当スキルめっちゃいるなっていう曲でもあるし、曲はまずもうめちゃくちゃかっこいいんでやる気出ますね。自分もかっこいいと思ってる曲だとやっぱりそりゃ入るパワーが多分違うと思うんで、みんな結構曲やっぱめっちゃいいなってなってるんで、もちろん全部良かったですけど、特に今気持ちも入りやすいですし、チームを発表します。で、チーム名なんですけど、とりあえずもう仮で X と Y にしてるので、チーム分かれた後、自分たちでチーム名をこの場で考えてもらいます。じゃあチーム X の1人目、直哉。はい。じゃあチーム Y の1人目、浩平。はい。こう来るか。すごいチームも雰囲気が良くて、みんなそれぞれ助けてもらえるようなところがあって、歌だったりとかダンスに関しても引っ張ってくれてるメンバーが周りにいるので、僕としてもすごく心強くて。さあどっちでしょう。はい。じゃあ一気に言います。チーム X タクト、はい、チーム Y カノン。はい、ずっと一緒じゃん。タックンもどんだけファンタジーからずっと海流は一緒なんですけど、結構全部いい雰囲気のチームだなっていうふうに思ってて、海流もよく喋るし、結構和ませたりしてくれるのもあるし、海流も結構僕の方が年上ですけど結構いじってくれたり、そういう場の雰囲気的にいい方向に持ってってくれたりするんで、ダックーンみたいな感じで、もううんざりですね。いやでも正直めっちゃ嬉しくて、やっぱり自分はまだまだダンス面ではもう本当に早く追いつきたいし追い越したいんですけど、現時点ではまだみんなにかなってない部分とかも絶対あると思うんで、でもやっぱたっくん一人おった時のそのダンスのそのまとまり方っていうのはもう半端じゃないんで、誰にでもなれるチャンスが来たみたいな、だからまだ自分は誰でもないって意味で、いや X よくね。おお、普通にその X よくね。めっちゃよくない？俺聞いた瞬間から普通にかっこいいと思ったけど、お前普通に X って言ってるんかと思う。違う。では理由があっての X。そう聞くと確かになってる。めっちゃよくない？めっちゃいい。俺の意見これ。はいはい。それ超えれる？俺でもパッて思ったのはトライチーム。ミッションをトライしていきようっていうトライリベンジとかのランとか確かに、特にリベンジがすごい。それぞれ
バックグラウンドあるしな、それぞれ出してさ、なんかそれぞれのなんかつなぎ合わせてできたらいい。ネクスト。N いいな。そう確かに。エンターやわ。エンター。これがその入り口みたいな。入り口、その始まりというか。エンターってのかな。ENTER。TER か。エンターテインメントのエンターっぽいもんな。あ、確かに。それもあるしな。やってるやん。やってるやん。やってるやん。そのひらめきだけは何か出てくる。2個目のグループっていうことで M 入れたいんだよね。でもな。俺もそれ最初考えたけど、最初 E を M にすればいけるかなと思って。それやん。ではチーム名を発表してください。まずチーム Y じゃない X カッコ仮から。いろんなとこからいろんな個性ある人たちが今集まってけど、二次審査のゲットダウンもそうだし、このミッションもそうなんですけど、今まさに夢をつかんで、今まさにチャンスをつかんで何者かになろうとしている瞬間で、と同時にまだ何者でもないという意味を込めて X でお願いします。おっと、なるほど、すごい意外性があって、なるほど、いいオチでした。はい、X で意味を持たせた。素晴らしい。素晴らしいです。チーム X。はい。じゃあこちらはチーム X ということで。ではチーム Y カッコ仮。まず、僕たちいろいろとこの歌にどんなイメージが湧くかということで、英樹がリベンジ、僕とか、みんなのバックボーンがあって今ここでもう一度という意味のリベンジで、龍樹がトライ、ここでもう一度見せようっていうトライで、僕がネクスト、次に向かうぞというネクストで、エンターテインメントを届けようっていう意味で最後エンターと言ってくれたので、この全員から出た、頭文字全部を取ってエンターというチーム名にしました。エンターいいですね。で文字を書くときには一応自分たちが BE:FIRST に続く M だということで、最初の文字を M の横にしたこういう文字でいいということにしました。ちょっとパソコンにそのフォントが入ってなくて手で書くとこっちがいいな。なんか手で書くときはそのようにいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ではチーム X とチームエンターということで、改めまして今日から練習お願いします。お願いします。たった1秒いきますよ。はい。たった1秒だってほんのひとときだって輝くために生まれてきたために生まれてきた。でもその前すごい良かったよずっと。はい、ために生まれてきた。同じ音。ために生まれてきた。そう。ひとときだって輝くために生まれてきた。オッケー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 。そう。じゃあカノンくんの簡単じゃないから。お願いします。はい。自分がまだそこで待ってるから簡単じゃないなら不可能じゃない答えはまだない今生まれる見逃す
ちゃいい。いいね。いいよ。ワン、ツー、スリー、フォー。人は誰もが未完成だからこそ皆光ってるあらなんてな道は安全飛ぶことを忘れるななんてナンセンス Every step, every way 無我夢中で行けこの時世でだけはパスなんてできねえ心すべてかける選ばなかった未来ごとくれてやれうん、いいね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 。隼人君、答えはまだない。せーの。答えはまだない、yeah 答えはまだない。今れるのさ。できるよ。できるよ。簡単じゃない。なら不可能じゃない。答えはまだない、yeah 今生まれるのさうん、欲しい。なんか自分で出しやすい場所がねきっと探せると思うんだよね。ちょっと抜いてみるとか、ちょっと力んじゃってるところあるかもしれないから、姿勢ちょっとよくして肋骨肺よく開いてでちょっとリラックスしてさらっとやってみる。簡単じゃない、なら不可能じゃない、OK 大丈夫大丈夫、リラックスリラックス。大丈夫大丈夫やとどうしたうん大丈夫大丈夫大丈夫いっぱい時間あるから大丈夫、そうそう自分が変声期で出ないことは知ってて、さひこさんも気にしなくていいよっておっしゃってくださってるんですけど、やっぱりみんなと歌うとやっぱり目立ってしまうので、そういった部分でなんか自分の無力さをそこで感じてしまって、歌が好きで今までやってきた中で一番難しい曲でもあるし、すごく課題がやっぱ今日また見えたので、なんかそこになんか自分で悔しいというか、できない自分にちょっと悔しさを覚えてしまいました。ワン、ツー、スリー、フォー。簡単じゃないなら不可能じゃない、答えはまだない、今生まれる見逃すな。高校生先生3人組。声変わり。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。簡単じゃないなら不可能じゃない答えはまだない、今生まれる見逃すな。もう流行りすぎやろお願いでも流行らせたかったやつ。やっと流行ってくるな好きやからお願いせーのウォーウォーせーのウォーウォーあるな上がるなせーの誰か言いたい海流で海の親やからなせーのウォーウォーウォー入るな来週で審査に向かうんですけど、どうですか、前の経験からしてその今回の最終審査どういう気持ちで迎えるんですか？でもやっぱ本当に変わったなって思うのは、その意気込みが全然違うなというのを感じます。その前回はやっぱりいきなりオーディション受けてっていう、もう本当変わるのかなどうしようみたいなっていう不安とか緊張とかばっかりだったんですけど、今回は正直その時を得て、もう気持ちとしては今はやるしかないっていう、もちろん不安や緊張はありますけど、それもなんかいい意味で闘争心に変えれてるかなというか、もう絶対にデビューしてやるんだっていう気持ちに全力で触れているかなっていうの。この合宿は10日間なだけで
この最終審査までは2週間ぐらいなだけで、その目指し始めてからで考えたら結構な時間、結構なもう何年っていうあれなんでに来てのここなんで、こんなにもデビューに近づけたのも初めてやし、だからなんかでもなんかそういう瞬間が来た時でどんな感じなんやろうって全然デビューが見えてない時とか思ったりしてたんですけど、いざ来てみたらなんかやっぱり時間かかりすぎたっていうのもあって実感が湧きにくかったり、結構なんか不思議な感じです。でも本当にあと一歩っていうとこまで来てるのが事実なんで、本当につかみにいってます。でもほんまに長いようで短い期間だったなって思います。本当この事務所来る前が一番もう死にそうな感じやったんで、ずっとその時が一番長く感じてて、でもこのトレになってからの期間はめっちゃ早く感じてます。やっぱ自分の中ではもう目指すものが決まってるから、パフォーマンスではやっぱこうちょっとみんなに長くやってきた分いいパフォーマンスを見せたいっていうのはもちろんあるし、この期間やってきたからこそ、負けたくはないなとかは思ったりはしてます。今回ミッションの最終審査楽曲ミッションの振り付けをしてくださったシットキングスの庄司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンツースリーでワンツースリーエンフォーエンパイズシクスセブンエイエンダーワンエンパシクスセブンエイズカッカテクテクテンデレンズンカッカッカッカズンエイみたいないろんな音を取った踊りになります。ちょっと音聞いてみようか。いたでしょと、なんですよね。大変なんだここ。大変なんだけど、ここはダンスブレイクですって言われたから、じゃあ作ろうっつってね。もうみんながかっこよく見えりゃいいよと思って難しいの作ってきました。なんで頑張ろう。なんでね、ゲッタンとかファンタジーとかと比べ物にならないぐらい激しくて、なんか歌詞の通りにそのままその情熱を乗せたような。なんか僕は結構今までしっとり系の踊りが得意やったんですけど、こういうバンバンバンみたいな止まるやつを結構やったことが少なかったので、結構苦手分野ではあるんですけど、それを得意に変えれるぐらいになりたいなっていうふうに。周りは結構得意です。そうですね、トムと僕がダンスの振りがジャンルが似てるんですけど、それ以外はこのフロアのとこだったり生徒が得意やったりとか、たっくんもヒップホップだったりとかして、いろいろ吸収できるメンバーが多いなって思います。なるほどね。なるほどねじゃないね。分かったりすんの。分かったわ。相当ハードでしょ。いや結構ハードですね。でまた歌もハードですか。どっちもやばいっす。マジ最後の課題やなって感じです。ここはね、みんなのなんか一人一人のこうなんか内に秘めた
強いグルーヴみたいなものを出せたらいいなと思ってて、そしたら右手がガガガってちょっとその稲妻みたいな、なんか掴むのが難しいものでもなんかそれをこうみんなでこう掴みに行って、でなんかここら辺もかき分けて探しに行って、で掴んでこう今自分が生まれるっていう新しい自分を見つけるじゃないけど、なんかそういう形に見えたらいいなと。曲調からして僕は好きなタイプなので、振り付けも気合の入る、早くステージでパフォーマンスするのがめちゃくちゃ楽しみな好きな振り付けなので楽しいです今。すげえいい感じの景色ですね、ここら辺。どこら辺ですか、ここら辺は。二重っていうところなんですよ。二重。ほう。おろしどんたんがたん。いいねいいね。おはよう。おはようございます。東京から来たぜ。どうですか、コレオグラフ。もうみんな頑張って今覚えてますよ。よっしゃ。よーし。難しいよね。はい。チャレンジな動きをいっぱい入れてるんで。そうだよね。はい。いや、ありがとうございます。さすがフィジカルモンスター。さすがフィジモン。変なあだ名つけないで。まあ1曲練習するっていうだけで考えたらそれなりに時間があると思うんですけど、でも逆に言うともうこの先ないので、むしろデビューできた場合ってもうラストアマチュア期間なんで、悲しいことに1回プロになるともう二度とアマチュアに戻れないという、年齢関係なくキャリア関係なく、だからちょっと大事に過ごしましょう。はい。よし、そんな感じの今日この頃、はい、イエーイエー。踊りじゃやろう。後ろここ駅はなんか一周ふわってみんなで浮く。それふわ開いてからのこれが何回だってか。あ、オッケー。何回だって自分を吠えろ。2、今2で3して。よし、ちょっと一回音でやってみようか。はい、お願いします。お願いします。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない。変にかけろ。大丈夫ですか。英気は絶対大丈夫です。すごくセンスがあると思うよ。まあ今はさ、多分すげえ大変だし、これから練習してって多分この先なんかまだダンス何ヶ月なのにすごいねとか1年なのにすごいねみたいなことを逆に言われちゃうと思うから、そこに満足しないようにだけ気をつけて。庄司さんになんかこの瞬間は誰よりもかっこいいなんか角度とかをしている瞬間もあるから、そういうところをもっと自分で見つけて伸ばしていけるといいねっていうことを言っていただいて、なんか本当にこんな自分のダンスの中にもなんかいい瞬間ってあるんだなっていう
の気づかせてもらったので、なんかすっごいいいマインドになったというか。まあ英樹君のことはすごく未経験なので普通についてきて、っていうことって英樹君にとっては褒め言葉ですか？いや、めっちゃ悔しいです。初心者だからすごいねっていうのはもう結構序盤からそんな考えもう一切なくて、なんかタクト君とか龍樹とかはめっちゃかましてるの見て、年齢近くて同じ人なのになんでこんな違うんだろうってめっちゃ悔しくて、そのレッスンとかは楽しかったんですけど、やっぱ常に悔しいという気持ちはあって。英樹はなんか本当に未経験には見えないってみんなよく言ってますけど、本当にそうで、なんかあとは挑戦する気持ちだったりとか、マニーさんのコレオのレッスンの時とかも最後一人で踊りたい人って時に一人だけ手挙げたのも英樹だけだったし、正直その自分があんな頑張れてるかって言ったら全然自信ないぐらい、頑張るって多分誰でもできることじゃないと思ってるんで、本当にある程度の度を越したどんなに頑張っても多分どっかで絶対かかっちゃうと思うんで、それ超えていけるのって本当にかっこいいしすごいなと思ってるんで、めっちゃなんかめっちゃすごいなと思ってます。なんか英樹2人おるんかなと思ってたここでさっき言ってたのに、もうなんか人に聞いたくになんかダンスいるのかもしれないですねほんまにお風呂じゃんけんしますか。じゃあ今日は本当に一番がいい人。じゃあ一番いい人。はい多いな。多い。最初グーじゃんけんぽい。ナイス。最初グーじゃんけんはい。ありがとう。ありがとう。最初グーじゃんけんはい。出てきた。ずるい。しかも何のじゃんけんか知らないっていう。お風呂じゃんけん。あ、お風呂じゃんけんね。最初グーじゃんけんはい。今決まった。そうなん。グーだ。これで分かんない。これで分かんない。全部俺のせいです。社長のせいや。しまったあいつは。全部あいつが悪い。はい、じゃあ隼人君。はい。牛ごはんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。全体的にめちゃくちゃ良くなってると思うね。最後のさ、ズンっていく人もいれば、ズンっていく人もいるのよ。こっちだと多分自分に問いかけてるようにきっと見える。ズンって前にやったら見てる人に対するメッセージに見える。どっちがいいかっていうのをグループごとには揃えておいてほしいけど、そういうところをちょっと意識してやってもらえるとよりいいかな。最高峰の振りをいただいたので、あとは自分がどれだけこれを消化してチームとしてパフォーマンスできるかを、もうこのあと数日間でしっかりと組み立てていければなって思ってます。なんか庄司さんから言われたこととかってありますか？いや本当に休みっていうか休憩の時間とかにこう一人一人に的確な本当にアドバイスをしていただいてて、しかもこうだからもっとこうした方がいいよっていう本当具体的に教えてくださるので、本当にみんなの伸び率がすごいし、もうちょっと伸ばしてほしいところを先に体がもう次の角度に向かってたりするの。そこがぬるっと見えやすい。なんか関係ないのここでギリギリまで前に行ってこう行くと一気にさ首も切れるし勢い出るんだけど、関係ないってなると急に雑に見えるのよ。今結構立ち姿がすごく綺麗で、それは生かしてほしい。
すごく大事だけど、人間って裏切られるの好きだから、なんかさっきまでこうやって座ってたのに急に次の瞬間ワクっていうこの雰囲気がところどころだけでいいから、そういうのを足せるとちょっとそこはそっちっていう、なんかもう少し欲張っていい気がしてて、なんか時々意志を感じない瞬間がある。真ん中に出てくる瞬間とかになんか絶対に俺を見ろよみたいな強い意志を、なんていうの、感覚の問題だからすごく難しいんだけど、すごくダンスに見える瞬間がなんかこう前に出てくるものがなかったんですよね。で少し話はしたんですけど、俺もそのタクトに明確なこうアドバイスみたいなことはできなくて、今日一緒に探していこうねって言ったんですよ。そしたらもうその次の瞬間からとんでもないエネルギーが出てたんですよ。いやもう見つけてるやんってなって、今ごめんね、ちょっと今みんなこんなにやってたのにタクトしか見てなかった。ごめんいや今はタクトしか見れなかった。めちゃくちゃふって見た時に引き込まれたし、めちゃくちゃ見えた、タクトの思いが見えた。なんか今まで結構なんかもうスキルを見せつけるじゃないですけど、なんか、うまく踊ろうとかとにかく綺麗にとか割と意識してやってた部分はあったんですけど、ちょっとそれを取っ払ってなんか雑になってもいいから、ちょっと自分の気持ちとかを込めてなんかやってみたらそれがハマったので、自分の中でも。でそれは周りが見ててもそういう風に今の良かったって言っていただけたんで、ありがとうございます。これはみんな見たかったよね。俺一人だけちょっと天下に見とれちゃったよ。社長、伸び率がパネ長いっすね。みんなの伸び率がパネ、どんどん伸びていく、どんどん伸びていく。すごいわ、すごいわ。もうめちゃくちゃ優しさがもうにじみ出てるのと、面白い方というか、なんか気持ちを高めてくれる存在っていうか、ダンス中にいいムーブがあったらウェーイっていうか、もうほんとプロレスの審判みたいな感じでもうでやってくれたりとか、でもそれがもう自分的には気持ちいいし、気持ちも上がるし、あれがもう本当に自分の中では結構スイッチ入るというか。いやもちろんまだ間違えてるところとかさあるけど、体に入ってないところもあると思うけど、なんかそれ以上にさっき言ってたけど、その振り付けじゃないものを見たいのよ。それを上回ってくるみんなの魂を見たいのよ、こっちは。それが今はもう完全に出てる。それにめちゃくちゃ掴まれるわ。最高じゃねえか。水飲め水でも飲めお前ら。最高じゃねえか。わあはいいらっしゃい。お願いします。あ、いらっしゃい。名前です。こんにちは。笹団子食べる？笹団子って何ですか？笹団子とお茶を、団子とお茶、和室だから団子とお茶をっていう、ただそれだけ。それです。僕茶道部なんで。あ、本当に？笹団子は？笹団子初めてです、ね。おお、すごいね、そこに来て。よいしょ。どうですか？元気ですか？はい。元気です。よかった。前回の合宿の時よりかは全然精神的にも全然すごく元気で頑張っているっていう感じです。心境が変わったの何か？
本当にこの2ヶ月、空いた期間にたくさん音楽に触れて、なんかもっと知識を増やしたらいろんな表現ができるんじゃないかなと思って、で今まで行ってたダンスレッスンとかに行ったりとかした時に先生方に褒めていただいたりとかっていう経験から、その音楽自体を好きになったっていうのがなるほどね、大きいですね。いい2ヶ月だったよね。本当にそう考えると、調子はいい感じ。でもすごくいい感じです。なんかモチベーション高そうだなと思って。はい。自分のその気持ち的にもその最終審査ってなって、まあもう本当長い話で言うと去年からずっとオーディションを続けているので。そうだよね。はい。ずーっと続いてるもんね。なのでなんか自分の本当気持ち的にはなんかもう本当に最後の最後というか、もうここで決めないとなっていうなんか覚悟というか、マジで待ちわびた時が来た。なんか歌詞がそうですね、まさしくなんか自分に当てはまってて、結構こんな気合い入れ時なことないもんね。そうですね。もうなんか今までもこう、いやここだなっていう場面は確かにあったんですけど、なんか自分の中でもこれ以上にここだなと思ったことないぐらいすごい気合も入ってるし、調子ですかって、なかなか雰囲気も良くて、楽曲も僕のすごい、ダンスのジャンルというか好きなジャンルでエネルギーのある楽曲って僕は好きなので、すごく本番までの時間も楽しんでいけそうで、本番も楽しみで、嬉しいな。ありがてえぜ。いやいや、こちらこそです。体的には大丈夫そう？成長期もちょっと情けないことにあんまり止まりかけてて、なんかいや、それはそれでちょっともうちょっと行こうぜって感じですよね。そうですね、なんかもうちょっと伸びてほしいんですけど、でもそうだよね。まあ人生は長いがやっぱ勝負どころってさ、そんないっぱいあるわけでもないじゃん。なんかこう頑張りどころだと思うので頑張ってほしい気持ちと、とはいえなんかわかんないけど、なんか後々に響くことがあったら怖いから嫌だなっていう気持ちと、っていうのはあるね。ある。なんか不安なことある？いや、悩みは全然ないですね。いい話だな。もう頑張るだけですね、ほんま。吹っ切れたんだね。なんかほんとこの間のそのゲッタウンの時から結構吹っ切れて、なんでだろうね。それまでなんかずっとモヤモヤがあったんですけど、本番になると不安感がすごくてたんですけど、なんかその覚え込む力はちゃんと身につけれるようになったんで。なるほど。自信がつきました。そうだね。悩みとか不安がこう来た時は唯一にして最大の対処法は、その場で流れてる音楽に集中するってもう耳に全神経傾けたら、それが一番解決しやすいね。どういうのが好きとかってあるの？もともとそういう曲の。もともとはどっちかというとジャンル的にはそれこそ F3 というか、ガツガツした曲が結構得意というか、好きなジャンルで自分で作ったりする時とかもガツガツ系のが多くて、どっちかというとメロ系というかおしゃれなチル系はあんま作ったことがないというか。あ、そうなんですね。そして今日その作った曲をめちゃくちゃやばいですね。でもさせていただけるのが。聞くやったぜ。いいですか？じゃあ行かせていただきます。ここで？生で？やってもらってもいいですか？どっちもそれもやった方がいいですか？アカペラでいいのか。9回裏1打逆転、狙うは場外。Now it's my time。荒いかけばら令和革命家。そろそろ準備しときますメディア。It's my time and it's my time。Yeah yeah hey。かっこいい。本当ですか？すげえいい。本当ですか？緊張します。今まで聞いたら一番良かったね。すげえいい。緊張します。
聞きたいことはなんか結構人がめちゃくちゃ好きなんかなんですけど、なんかその合わないなって思う人は今いないんですけど、なんかこの先もしそういう人に出会ってしまった時とかになんか多分自分はなんか引いちゃって。わかるぜ、あるよね。そうなんです。なんかいやでもグループ一緒とかだったら、そのもうしっかり時間取って、しっかり話して、自分はこういう風な考え方だから、その正直なことを言うとこういうところが分かんないから、まあもうぶっちゃけて言うとごめんその苦手なんですって濁しながらあれするよりは多分なんかこう、もうそこまでもう言っちゃうっていうのが一番良い気がする。次は最終ですけど、もっと次順位を決めるとするならば、もっと早い段階で呼ばれるようになるためには何が足りないかなっていう。なんかね、もう一個も潜り直してもいいかもね。楽曲が伝えたいこととか、楽曲で伝えたいこととかをめっちゃ掘り下げて、もう本気でその気持ちにこう陶酔する本当にもう超曲に入り込むっていうのはやれるとめっちゃ楽しいしね。あとそれもある。潜り直すなんかデビューしてから、もう今までこれだけは絶対に忘れないというか、胸にずっと誓ってることみたいな。なんかちょっとなっていう違和感があった時とかに、そのなんかモヤモヤするんだよなで終わらせると、後々結構それがこう大きくなったり、何に違和感を感じてるんだろうっていうのを自分で分析およびなんか言語化して、あ、こういうことが嫌なんだなとか、こういうことはモヤモヤするんだなとかで、改善できそうなものであれば改善するけど、改善できなかったとしてもなんか原因が分かってれば向き合えるから、なんかね、そうパフォーマンスの向上も一緒だと思うんだけど、なんとなくで済まさないっていうのは大事な気がするね。わかりました。顔芸たまにするよね。顔芸たまにするよね。すごい表情する時あるね。得意です。得意だ。得意です。逆に不安なこととかある？なんか正直、合宿それこそ大阪合宿が始まったから、その時の方がなんか緊張して。そうだよね。なんかここまで来たらもう、逆にあんま今悩んでないというか、なんかこれが特に不安だなとか、なんかちょっと前よりあんまなくて、逆にやること決まってるしね。そうですね、なんかもうするっていう選択肢しかないし。そうだね。曲に対してもそんなに不安なさそう？そうですね、なんかちょっと今こじらしちゃってて、今フルで歌えてないので、そのまあ早く直さないとなんですけど、直った時どれぐらいサビとかももうちょっと自分の中でパワー欲しいなとか思ってるんで。そうか、でもキー下げてもいいしね。結構みんな手こずってる感じですね。そうだよね。ちょっと高いかもしれないという、キー下げようかな。下げたバージョンとかも聞いてみたいですね。そうだよね。一回雑に全体つるっとだけでもすぐちょっと下げてみようかな。昨日社長からミッションのキーを変えたバージョンが届いたので、各音源聞いてもらって、一旦チームのみんなの中での意見をまとめてほしいです。何回だって自分を褒めろ。いや俺マイナス1でいくか。俺もマイナス1よりマイナス1はめっちゃ安定した。俺もみんな安定してるしね。確かに。全体的なクオリティが。そうなんか頑張ってる感がなくなるから。カノンとかもさ、特にちょっと結構未練あってさ、まだ元気にもう一回聞いてもいい？まあ気持ちは分かるで。気持ちは分かる。元気もやっぱかっこいい。今までさ、分かるのは分かる。違和感。今まではちょっと思い入れがちょっと。
こいい。これやな。これや。カフェやってるんだ。マーキングでやって歌ガチってみてください。いいんじゃないですか。マイナス1やな。マイナス1やな。マイナス1やな。めっちゃ自分勝手な個人的な意見はなんかもう自分のことだけ考えるとなんか今までの楽曲とかもさ、結構ダンス振り付け、自分的にはなんか難しいなっていう部分があって、やっぱレベルの高い人に合わせて自分は頑張ってきて、ダンスのクオリティとか上げてきたわけで、なんかちょっとマイナス1にすると、安定はするけどちょっとなんか出し切れなんか妥協してるっていう感じがあって。サビの自分次第のやつってどっちが出しやすい？俺はね、層が限界やな今自分で出せる。なんかそれをよりあれかも強く出せる方がいい気がする、あそこって。俺はそうね、オール含めて今はマイナス1派かな。俺もでもちょっと今現時点なんで悩んでるかって、これは審査だから自分をチャレンジするっていう部分を考えて、これからまだあと1週間以上練習期間があるって考えた時に、そこで今妥協していいのか。妥協っていうか改善と思うよね、俺は。なんかマイナス1にするから俺らが妥協してるみたいな感じになっちゃうのはなんか嫌で。それはもちろん。なんか2つで迷ってて、本当に挑戦するか安定で迷っとって、チームのためなら安定がいいけど個人で考えると挑戦もいいなっていうところで迷っとって。なんかチームのクオリティを考えるなら1やけど、やっぱオーディションやしミッションっていう曲やしっていう。正直もうみんなの意見多分誰もがすごく分かるというか、なんか多分全員の共通のほんまの意識としては完璧にできるなら元気がいいっていうのはもう絶対あって、むずい。どうですか。じゃあもう一人一人どっちが今いいかっていうふうに言っていかん。じゃあ元気がいい人はパー。で下着がいい人く。いきます。せーの。ここにもう未練を置いていく。なるほどね。この1票に。オッケー。俺はめっちゃどっちもいいなっていう、どっちも好きやから結構優柔不断で、でもどちらかというと、個人的に元気よりだったから、多分ここでグー出しとったらめっちゃ後悔すると思うんで、パーを出しました。でももう結構吹っ切ったここで。どっちにしろパフォーマンスを上げるだけ。でもなんか感情の面は俺は全然ね、元気になっても一個下げになっても感情は変わらんくね、熱くエンター見せたいなって感じです。なんかこれからマイナス1でみんなでその思いを築き上げていけば全然迫力も増すと思うし、今より増すと思うし。じゃあエンターはマイナス1で、はい、改めてみんな大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫でしょう皆さん。やっていきますか。はい。しゃあ。20分目頑張ろうみんな。Never のバーはどうでもいいで。 Never let go. This is
た1秒だってほんのひとときだって心すべてかける選ばないか未来ごとくれてやれ。いいね。友達じゃなくて仲間。いや、絶対流します。Next try break リベンジエンター Let's go。 しゃっ。やばいっす。肉離れの可能性もあるか。でも肉離れってぶっちって離れた瞬間分かるよ。分かる自分で。そう聞こえるから。やばかった。めっちゃ責められてる俺。めっちゃ責められてる。今ほら今ってのも敵って持ってるからのさ同時に今生まれるのさ歌おうと思わないで、何回だってって喋れ。何回だって自分を終えろ。惜しい惜しい。でももう急にって大体1回目は今生まれるのさ。3回目は踏み出したその時間。苦しさ。それだけです。あれちょっと行っちゃっていいですか。いや、いけるいけるいける。ちょっとカノさ嬉しそうになってるからほんまにいきますなんて言ったら俺このペース何にしてくれる俺は何してんの俺ら。狭いな。こっち側ちょっと移動したの。体だけってことよ。まあ、体だけだけどあんまり行かないとなおがあんま見えないから結構見えるぐらいまで行きたい本当は。輝くために生まれてきた。なんか前の感じいいじゃん。ために俺とカイリはじゃあちょっと低めな上ね。うん。こういうことか。分かってきたぞ。俺たち。こういうことか。空気もすごく良くて、でなんか楽しいだけじゃなくてちゃんと決めるとこは決めるというか、じゃあ今からやろうとか、じゃあすぐこうしようって言ってすぐできたりで、それをみんなが聞けたりっていう意見もすごい言いやすいなっていうふうに思って、で一番年下であるトムもすごく意見を出してくれたりとかするので、なんかミッションこの曲に出会ってから新しい自分というかに出会った気がして、今まで踊ってた自分とはまた別の自分、それをすごく極めたいなっていうふうに今すごく気持ち的にはなってるし、段階を通すにつれて周りとのメンバーとの関係とか環境が変わったりとか、それにつれて自分も変わっていったりとか、今までの自分だったら多分大きな問題とか課題が出てきた時にそこから逃げて逃避してっていうのが多分今までの自分だったんですけど、多分今だったら仲間もいるし、多分自分も成長したし、今なら何があっても立ち向かえる自信はあるし、解決できるのかなって思います。大丈夫そうで。持って帰っとくなこれ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。
いや、いいんじゃん。最終日らしい。最終日らしい。最終日らしい。ちゃんとみんな成長してる。そうですね、なんか楽しく、まあ誰一人欠けることなく最後までチームプレーで乗り切れた10日間だったかなと思います。最終日がやっぱり一番ダンスの揃える点とかも多かったり、意識することがだんだん多くなっていくんで、そういうことでやっぱり一番いろんな気使ったし、もう最終日なんで詰め込みまくって、この合宿がなんか終わりじゃない、終わるんですけど、これが終わりじゃなくてやっぱ次の審査が最後になるので、なんかここで培ったものを忘れず、また個人個人で5日間過ごして最後の審査で全員が全員最高のパフォーマンスをしたいなと思います。よし。ありがとうございました。ありがとうございました。ありそう。これって笹団子か。いろんな形でいろんな人がいろんな人生のミッションをくぐり抜けていく、本当ワンステージに全てかけるつもりで BMSG ボーイズグループオーディション最終審査を始めます。